意味を考えてください。答えも言います。では最後まで見てくれたら嬉しいです。それでは始めます。はい、丸活の意味は言葉と言葉が一つになった言葉です。〇〇と活動の前の文字を取って丸活になりました。はい、これは昔からあった言葉ではありません。10年前、20年前、去年できた言葉もあります。じゃあまず例を2つ紹介します。1つ目、就活。就活の就は就職、就活です。就活は就職と活動、就職活動が一つになった言葉です。特に学生が仕事を探すための活動です。例えばどんな会社があるか探したり、会社の説明会に行ったり、会社の面接を受けたりすることです。これが就活です。で、就活と似た言葉に転活、転職と活動、転職するための活動で転活や総括があります。総括はソーシャル活動。最近ではインターネットやの SNS を使って就活をする人が増えています。ソーシャルメディアを使って就活することを総括と言います。これは本当に最近できた言葉です。2つ目の例を紹介します。2つ目は朝活です。朝と活動で朝活です。意味は朝の時間を有効的に使うことです。例えば仕事の前、少し早起きをして読書をしたり、スポーツをしたり、勉強をしたりすることです。皆さんも朝活をしていますか？そして朝活があるように昼活、夜活、夕方活動する夕活という言葉もあります。それでは今から活がつく言葉を紹介しますので、皆さんはどんな意味か考えてください。では1つ目、婚活ではどんな意味でしょう？はい、これは結婚活動です。意味はまだ結婚していない人が結婚するためにする活動です。例えば女性なら男性を探したり、男性とデートをしたりすることです。婚活に似た言葉で妊活があります。妊活は妊娠するための活動です。もう一つ、離活という言葉もあります。離活は結婚している人が離婚するための活動です。離婚は簡単にはできませんから、離活という言葉ができました。他にも恋活、恋人を作るための活動、それから友活、友達を作るための活動という言葉があります。続いて補活、これはどんな意味だと思いますか？これは保育園活動です。保育園を探すための活動です。日本は場所によって保育園がとても少ないところがあります。そこでは保育園に入園することが難しいです。日本は保育園が場所によってはとても少なくて、保育園に入園することが難しいです。ですから子供がいる方は補活を早くから始めています。じゃあ次はカタカナと活動です。まずタピ活
これは去年できた言葉です。意味はタピオカ活動です。日本だけでなく世界中でタピオカが流行っていると思いますが、タピオカを食べるための活動です。タピオカを食べるためにお店に行ったり、タピオカを自分で作ったりすることです。次、オタ活、どんな意味でしょう？これはオタク活動です。意味は、例えばアイドルが好きな人はアイドルのコンサートへ行ったり、アイドルのグッズを集めたりすることです。他にもアニメが好きな人はアニメのコスプレをしたり、アニメを見たり、アニメを読んだりすることです。他にも電車が好きな人は電車の写真を撮ったり、電車に乗ったりする活動のことがオタ活です。オタ活はいろんな種類があります。皆さんはどんなオタ活をしていますか？じゃあ次、ソロ活、これは何だと思いますか？はい、ソロ活の意味はソロ活動。ソロはラテン語で一人という意味ですね。一人一つ、ですから一人で活動することがソロ活です。皆さんもソロ活をしていますか？私は結構ソロ活が好きです。一人でご飯を食べに行ったり、一人で買い物に行ったりします。では次、乱活、これはどんな意味だと思いますか？はい、乱活はランドセル活動のことです。私も最初はランニング活動かなと思ったんですが、実はランドセル活動。ランドセルとは日本の小学生が使っているカバンのことです。私が小学生の頃は赤と黒だけでした。男の子は黒、女の子は赤を使っていました。ですが最近ではランドセルの色がとても増えましたし、ブランドもたくさんあります。人気のランドセルは早くから買わなければ売り切れてしまいます。ですから小学校に入る前の子供がいる家族がランドセルを探すための活動、ランドセルを買うための活動をします。これが乱活です。次です。カタカナは終わってまた漢字です。はい、次これ。読み方は類活です。どんな意味でしょう？類活は漢字の通り涙活動です。涙を流して泣くことが体にいいとされているという話もありますので、感動する映画や本を読んで涙を流す活動のことです。次です。傍活、どんな意味だと思いますか？はい、傍活はぼーっとする活動です。何も考えずにぼーっとすることです。今日紹介した言葉は丸活です。丸活は新しくできた言葉です。もし他に丸活という言葉を知っていたらぜひコメントに書いてください。今日は丸活の言葉を少し紹介しました。皆さんはどんな丸活をしていますか？ではこの動画が良かったらグッドボタンと、そして